はいどうも、ビバです。こちらの水槽、真ん中に見えている通り、テトラのサイレントフレックスという水中フィルターを使っています。生態はアベニーパファーを3匹、水草も植えている水槽です。こちらの水槽では現在、検証を行っておりまして、このテトラサイレントフレックスミニの中に、アルゴストップというろ過マットを入れています。名前の通り、苔を防ぐろ過マットなんですけど、このアルゴストップ、効果は約1ヶ月間、一体どれくらい苔を防いでくれるのか検証していました。そして今日がちょうど1ヶ月目です。このアベニーパファー水槽、どれだけ苔が抑制されたのか、皆さんと見ていきたいと思います。ちなみにこの1ヶ月間のメンテナンスについては、水替えは一切行ってません。ガラス面とかの苔掃除も一切行ってません。給餌は1日1回やっていて、水が減った分だけ足し水をしています。それでは、この水槽の全体像を見てみましょう。アルゴストップ設置から1ヶ月経った様子がこちらです。こけてます。こけてますね。ここら辺、この白いバスケット、これのこけ具合が目立ちますね。それと、テトラサイレントフレックスミニ本体も茶色くコケが発生しています。水草で見えづらいんですが、フィルター本体全体に茶苔がまだらに発生しています。この水草バスケットとろ過ウール茶色くなってるのは茶苔だと思うので、1ヶ月間のノーメンテナンスだと茶苔は発生してしまいました。ただガラス面はというと、うっすら緑色になってる箇所があるかなっていう感じ。ガラス面の茶苔の発生は他の箇所と比べると断然少ないですね。この辺りについては若干緑のスポット状苔がついています。こうやって見ると結構こけてるのがわかりますね。ろ過マットを取り出してみてみます。ちょっと蓋がヌルヌルする。バイオフィルム貼ってますね。ろ過マットの汚れ具合は、全然汚れてないぞ。でも1ヶ月経ったから効果持続はなくなっているはず。アルゴストップで1ヶ月間苔なし生活を夢見ていたんですけど、残念ながら苔は多少なりとも発生してしまいました。水草とか入れてて、これが苔の養分取ってくれたっていうのもあると思うんですけど、一般的な飼育水槽でも多少苔は抑制してくれるんじゃないかなと思います。というのも、その隣にあるベアタンクのベタちゃん水槽、こっちの水槽、見ての通り、そこに苔がびっしりと生えています。見るからに茶苔だとは思うんですけど、ベアタンクの底面と、あと横のガラスも全部茶苔がスポット状に発生しています。こちらはフィルターもちっちゃいので完全な比較水槽とはならないんですけど、ベアタンクで1ヶ月前に綺麗な状態で立ち上げたもの、これが1ヶ月後にこんな状態になりました。こっちは水替えをこの1ヶ月間で2回ぐらいやってます。4分の3ぐらい換水するっていうのを2回ぐらいやりましたね。この水槽真ん中にある水槽なので LED の光が一番当たるんじゃないかと思われるかもしれないんですけど、この右端のアベニー水槽は隣にあるこちらの水槽の LED の影響も受けるので、だいたい LED の影響は変わらないかなと思います。厳密な比較にはなってないんですけど、比べてみると苔の量はこっちの方がだいぶ少ないですね。では、ちゃちゃっとメンテナンスも完了したので、新しいろ過マットに変更です。古いやつを抜いて、1ヶ月間お疲れ様でした。新しいマットに変更。また1ヶ月間頼むぜ。というわけで今回はアルゴストップジュニア1ヶ月使用してみての結果報告でした。個人的には 100% 苔を防ぐわけじゃなくて、ある程度抑制してくれるっていう印象です。ないよりはあった方がだいぶ苔取りの手間は減りそうなイメージ。本来だったらエビとかスネイルとかの苔取り生態一緒に入れとくべきなんですけど、アベニーパファー水槽の場合はどうしてもアベニーちゃんがエビや貝を食べてしまうので混営ができません。そういった場合は人の手で苔を取り除くことになると思うんですけど、その手間を減らしたい人はこういった苔を抑制する商品併用するのが良いと思います。というわけで今回の動画は以上です。もし参考になった、良かったなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。